株高で若者にニーサや株がやっていることもあり、最新の20代対資産平均額は1270万と1000万を超えたそうです。反面、資産中央値は340万と停滞が続いています。必要なのは平均長く中央値の資産額を伸ばす政策だと思いますが、どうすれば若者の中央値を改善できると思いますか？若者の収入が増えれば改善されると思います。収入が低かったらそれは資産も増えないからね。世界的に余裕ができたので、前から友人に進まれていたニーサに興味がありますが、今の世界情勢を考えると本当に始めているのかケチになってません。友人からお疲れ SP というのをお勧めされて、もしあれば月5万から10万で書いてます。僕は石橋を叩いて渡る派閥で、多分ね、2年前ぐらいからね、リセッションあるんじゃないかって結構言ってるんですよ。まだ来てないんですけど、でも、どっかでね、リセッションだけにしもあらずな気がしていて、不景気が。なので、アメリカ一辺倒もよろしくないんじゃないかなっていうのがあって、エンタメ企業みたいな、ディズニーとかよりは、本当に不景気になったら、ディズニー映画とかディズニーランドとか超どこでもいいじゃないですか。で、それよりも食料を生産するようなところとか、農業系のところとか、石油系のところとかっていうところが、やっぱり重要だよねってなると思うので、なので、どっかのタイミングでオルカン SP500 というのに行くのもいかがなものかというのになる気はするんですけど、とはいえ、基本的にはその SP500 って、どんな時期でも、最悪な時期でも買ったとしても、30年間とかもし続けると、インデックスファンドで SP500 とか買い続けると、アクティブファンドよりも利回りは良くなるっていうのもあったりするんですよ。なので、基本的には SP500 とかを安定資産として30年後も持ち続けるっていうのがあるんだったら買った方がいいです。ただ、オルカンに関していくと、まあ大丈夫かなと思いますけどね。はい。なので、30年っていう長期で考えるんだったら、別に、長期で行くんですけど、なんか10年、20年で元を取ろうとすると、そうする可能性あるんじゃないかなと思います。アメリカ、家の価格下がってるよ、東海岸が。いやーね、結構ね、アメリカはね、一回結構来るんじゃないかなと思うんですよね。結構日本の皆さんが誤解しているのが、トランプ大統領がおかしなことをしているという理解をしていると思うんですけど、アメリカ人がトランプ大統領を支持しているという現実を見てない気がしていて、アメリカ人がトランプ大統領を支持していて、アメリカ人がああいったものを求めてるんですよね。なので、今その言われてるのが、アメリカでトランプ大統領が仮に辞めたとしても、副大統領のバンス大統領が受かるだろうって言われていて、副大統領のバンス大統領もトランプさんと同じようなこと言ってるんですけど、そういう人をアメリカ人が求める時代になってしまったということなんですよ。トランプ大統領個人の問題という意識をするっていうのが、僕はちょっと実態を把握し損ねてるんじゃないかと思っていて、関税上げて関税アメリカ人がっておかしいじゃんっていうのを思わないのがアメリカ人が多いんですよ。なので、トランプ現象というわけではなく、僕はアメリカがもうそういう国になってしまったという認識でいます。はい。安楽死尊厳死について、電車に飛び込んで迷惑をかけて死ぬよりも、全身麻酔で意識なくなった状態で心肺停止にしてくれた方が安らかにいけると思います。問題は残りのお金で楽しんで苦しみをかじらいで人生を締めくくりたいと思っていますが、これはまだもう叶わないですかね。叶わないですね。自分が言いたい時に人間いるわけじゃないっぽいんですよね。ダイウィットゼロだっけ？ちょうど死ぬのと自分のお金がなくなるタイミングを同じにしたいみたいな本があるらしいんですけど、資産がこれぐらいありますと。寿命が来るじゃないですか。なので資産が減る速度と寿命がここだとして、資産が減る速度がちょうどゼロになるようにお金使い切って死にたいよねっていう思想の本だと思うんですけど、これちなみに読んでないんですけどね。多分ね、大体の人間は、まず寿命がわからないので、ここだと思ったら実はここでいきなり死ぬ、お金余るってパターンと、あと一番やばいのが、ここで死ぬと思って使い切ろうとしたら、寿命実はこっちで、この後はゼロの状態で暮らさなきゃなくて、めちゃくちゃ辛いっていう。なので、年を取ってからお金がなくなると結構厳しいので、お金を使い切るというのはできないので、日常が続いていく中で死んでいくという方が不安を感じなくていいんじゃないかなと思いますけども、はい。日本の経済が不安です。レアアースの件もありますが、20代、30代が貧困で経済が回らないことも大きいと思います。2025年の最新産生世論調査で30代時点の平均貯蓄が1470万、中央値は720万と貯蓄金額が少ない状態です。今後改善される未来ありますか？ありません。貯蓄ゼロ世帯はずっと増え続けていて、独身率も上がっていて、社会保険の支出額というのは増えていて、利率も上がっているので、国債の利払い費というのも上がり続けるので、結果としてサービスは悪くなるけど、税金は高くなるという構造を止める気がない政権がやってるので、なので、なかなか厳しい状態は変わらないんじゃないかなと思います。ニュースの資産世論調査で、貯金の中央値を見ると少なすぎて日本の未来が不安になってしまいます。20代の貯蓄中央値が440万、90代
978万と少なく、今後は格差がより拡大する気がします。この問題は政策等で改善することはできないのでしょうか。できません。日本が稼げない国になっていて、稼いでる人ほど海外に投資して海外の資産をどんどん膨らませるという状況になっているので、なのでより日本国内で純粋な真水のお金が回らなくなってるんですよね。日本って GNP 増えてるよね。資本所得が大きいよね。なので GNP 的には全然回ってるよねと見えがちなんですけど、資本所得で上がった所得がアメリカの会社の株価で儲かったとして、それを日本で延転するのではなく、ドルのままだったり、アメリカの会社に投資したままだったり、ドルで換金した後またアメリカに投資したいみたいな形で GNP としては伸びてるんですけど、日本に円が戻ってこないんですよね。ドルを換金して日本円でぐるぐる回すっていうのをやらないと。iPhone とか Android とかで物を買うと3割のお金がアメリカに払うことになります。ソシャゲとかでみんなお金バンバン払ってるんですけど、3割は Android の Google と Apple にお金がいってます。それもドルで払うことになります。っていう感じで、どんどん日本円が海外の財を買うという形でいって、そのままドルが返ってこないっていう状況なんですよね。なので、なかなか日本が円安が続いていて、日本でお金が回らないよねっていうのはもう構造的な問題なので、これが政策で改善するというふうに考えるというのが僕は良くないと思ってるんですよ。MMT の人だったりとか、税金なんかなくてもお金すりまくればいいんだみたいなので、アベノミクスみたいな円安にすればなんとかなるんだとか、じゃあいろんなことを言ってて、円安にすればなんとかなるとか、インフレにすればなんとかなるとかいろいろあったんですけど、結果今、庶民苦しんでるじゃないですか。政策でなんとかできるというふうに思い込んで政策をやって結局悪化してて、本質的にはお金が稼げる、海外の人が買いたくなるような商品を大量に作るという経済の自力で勝つっていうのをやらなきゃいけないんですよ。昔は日本の製品っていうのが海外でいっぱい売れてました。なので日本の製品が欲しいから海外の人たちがドルで日本の製品を買い、で結果として円が増えますとか、日本の機械を輸出してドルで代金が払おうと思ってそれを円に変えて日本でまた新しい機械作るとか人件費払うとかっていう形で日本国内にお金がどんどん回るような構造にしなければいけないんですけど、その売れるものを作るというのをやらないで、じゃあ円スローぜとかインフレにすればいいんじゃねみたいな金融政策とか政治の動きで何とかしようっていうのをやっていて、結果としてどうしようもないよねっていうのが令和だと思ってます。はい。平成の30年間は何もしないで昭和の遺産で食い続けようとして失敗して没落して、令和っていうのは政策でなんかいろいろやろうとしてるけど全然意味ないよね、これ全く役に立たないよねっていうのをまだ気づいてないみたいなんで、令和10年ぐらいにようやくその金融政策で日本が復活することはないよねっていうのが大衆が理解してちゃんとお金を稼がなきゃいけないよねってなるのかなと思うので、あと5年ぐらいは皆さん我慢する必要があるのかなと思ってます。31年前に結婚した時、私は預貯金900万ぐらい貯めました。ずっと親と同居でしたが中小企業勤務だったので給与もボーナスもそんなに高くなかったので節約して貯めたんです。でも30歳娘は結婚披露宴するお金がなく撮影だけ、28歳息子も100万くらいしか食べてないらしい。鉄筋に引っ越しばかり、家賃補助のない会社です。現代はお金が貯めにくい世の中ですか？はい、そうです。子供も2人とも有名大卒、有名優秀企業勤務。港区とかのいい会社に入ろうとすると結局残業とかで割とあったりして近所に住もうとすると家賃めっちゃ高いんですよ。家賃がこう15万円とか取られますみたいな。社会保険料でまず給料の 15% されますとか、保険とかもあって所得税とかもあって、さらに有名大学だと奨学金もらったりすると奨学金貸さなきゃいけないよねっていうところもあったりするので、なので残念ながら日本って結構厳しいんですよ。若い人はなのでお金が貯まらないのが当たり前っていう現実を理解していただけるといいんじゃないかなと思います。家賃だけじゃなくて同じレベルの服装を求められるので、化粧品とかも昭和の時代よりお金かかるんですよね。地方の方だと思うんですけど、東京の有名私立早稲田とか慶応とかに通ってる人って確かね7割とか8割が都内出身の人なんですよ。都内出身の人ってどういうことかというと、都内に家があるお金持ちの人たちの子供が都内の大学に行ってるので、なのでバイト代で家賃とか払う必要もなくバイトで稼いだお金をそのまま自分の服とか化粧品とかカバンとかの小物に使える世代なんですよ。でその人たちが就職したとしても親は近所にいて金持ちなのでなんだかんだ言って援助があるんですよ。もしくは実家から来ている。なので可処分所得めちゃくちゃ多いんですよ。で可処分所得が月に15万円とかあるような同僚が着てる服と同じ
じレベルにしないとおかしな人だよねという空気感になってしまうんですよ。会社によっては取引先行きましょうっていう時もそれなりのスーツを着てきますっていう時に、それなりのスーツでそれなりの小物でそれなりのカバンでそれなりの靴でってなると、そこにジャージで行くわけにいかないじゃないですか。なのでそうすると同じレベルを毎回同じ服着てるよねってなると、それもそれでまずいので、やっぱりシーズンごとに3着ぐらいを買って回さなきゃいけないんですよ。でこれが2年3年経つと流行が変わるんですよ。で日本の場合って23歳で許される服は27歳で許されないっていうのがあるんですよ。23歳ぐらいで足とか出ててもまあまあ可愛いようなんだけど、27歳でまだその服着てんの大丈夫？大人だよっていう。小物とかも変わるんですよ。なんかコーチとか可愛いよねとかは大学生で許されるんだけど、27歳有名企業でコーチ持ってるとどうしたんってなるんですよ。っていう、そこのランクの差っていうのもあったりして、有名企業で横並びにしようとするとすげえお金かかるっていう、そういう現実もあるんじゃないかなと思いますけど。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。